ともどもサボテンです。今回は海内 13900KF と海内 12900K の比較がメインの動画となっています。ベンチマークはシネベンチ R23、ダヴィンチリゾルブ 17.4、Adobe Premiere ラッシュでの主に動画編集ソフトでの比較と、サボテンチャンネルでは定番のファイナルファンタジー14エンドウォーカー、バトルフィールド2042、マイクロソフトフライトシミュレーター2020のゲームの比較をしました。比較内容は動画編集ソフトではスコアやエンコード時間、ゲームでは FPS の比較、そして全てのアプリケーションで CPU と GPU それぞれの使用率、温度、消費電力となっています。では早速、シネベンチ R23 から見ていきたいと思います。CPU 使用率平均はシングルコアのベンチマーク時で 13900KF が 4%、12900K が 6% で、マルチコアでは 13900KF が 97%、12900K が 98%。シングルコアでもマルチコアでも 12900K よりも 13900KF の方が1から 2% 程度低いことが期待されます。CPU 温度平均はシングルコアで 13900KF が48度、12900K が41度で、マルチコアでは 13900KF が85度、12900K が77度。ということで、白熱 CPU レースの今回は 13900KF に入ります。CPU 消費電力平均はシングルコアで 13900KF が 51W、12900K が 55W で、マルチコアでは 13900KF が 242W、12900K が 213W となっていて、消費電力平均はシングルコアベンチ時に合計コア数が多くなった 13900KF が低くなっていますが、マルチコアでは 13900KF が 12900K 比較 12% オフ高い消費電力平均となっています。シネベンチ R23 スコアの結果は、シングルコアで 13900KF が2225ポイント、12900K が1934ポイントで、マルチコアでは 13900KF が36692ポイント、12900K が26642ポイントとなっていました。CPU は両方とも低価で動かしている構成ですが、最近の爆熱すぎる CPU に対して流行っている低電圧化を行うと、0.09V ほどオフセットで低電圧化した状態で、12900K では 27800 ポイント。そして 13900KF は 38400 ポイントまで伸びましたので、電圧を若干下げることで消費電力と温度を抑えて性能がアップします。次はダヴィンチリゾルブ 17.4。約30分は 3000Mbps の 60fps フル HD 動画を 1.264 コーデックは MP4 でエンコーディングテストしました。ちなみにダヴィンチリゾルブ無料版では GPU のハードウェアエンコードは利用できないので CPU の差による影響がわかりやすいかと思います。CPU 使用率平均は 13900KF が 47%、12900K が 59% で、GPU はアクセラレーションされていない状態で 30% 弱。CPU 使用率は 13900KF が 12900K よりも低い状態です。CPU 温度平均は 13900KF が73度、12900K が76度で、GPU はアイドル時の強温。CPU 使用率と同様に、温度の方の 13900KF が 12900K よりも低い状態です。CPU 消費電力平均は 13900KF が 199W、12900K が 158W で、CPU はアイドル時に近い数値。
CPU 使用率と温度とは逆に、1390KF の消費電力平均が 12900K よりも 20% 程度高い状態。エンコードにかかった時間を比較すると、13900KF が9分22秒、12900K が9分24秒と、13900KF が 12900K よりも 18% 程度速いという結果で、消費電力が上がった分だけ処理速度が上がったという感じです。そして次は Adobe Premiere Rush。DaVinci Resolve と同様の約30分は 30Mbps の 60fps フル HD 動画を使用しましたが、HEVC の 1.264 コーデックで MP4 でエンコーディングテストをしました。13900KF では RTX4090 を、12900K では RTX3080 のデータとなっていて、アバウトの比較になってしまっていますが、あらかじめご了承ください。CPU 使用率平均は 1390KF が 35%、12900K が 28% で、GPU は 1390KF と RTX4090 の構成で 64%、12900K と RTX3080 で 87% と、12900K と RTX3080 の構成の方が CPU 使用率が低い代わりに GPU 使用率が高い状態。CPU 温度平均は 13900KF が66度、12900K が56度で、GPU は 13900KF と RTX4090 の構成で51度、12900K と RTX3080 が58度と、CPU と GPU の使用率平均とほぼ似たようなグラフになっていますが、GPU 使用率の割には、温度の方はエンコーディングではあまり高くならないようです。CPU 消費電力平均は 13900KF が 140W、12900K が 94W で、GPU は 13900KF と RTX4090 の構成で 88W、12900K と RTX3080 が 131W と、CPU と GPU ともにその使用率の割には消費電力平均もあまり高くありません。プレミアラッシュとプレミアプロで CPU と GPU の使用率最適化レベルに違いがあるのかもわかりませんが、会員版であるラッシュでは全てのリソースを使える状態ではないのかもわかりません。そして、エンコードにかかった時間を比較すると、13900KF と RTX4090 の構成で3分38秒、12900K と RTX3080 が3分51秒と、13900KF が 12900K よりも 7% 程度速い程度ですが、CPU と GPU の合計消費電力平均は 13900KF と RTX4090 の構成で 12900K と RTX3080 よりも 2.6% 程度低いので、トータルシステムで見た電力効率は最新 CPU と GPU の方が優れているということがわかります。ということで、次はゲームのベンチマークを見ていきましょう。まずはファイナルファンタジー14戦闘ウォーカーから見ていきたいと思いますが、i7-10700 と RTX3080 構成のデータがあったので、参考までに載せています。また、13900KF が RTX4090 との構成データとなっているので、CPU だけでなく、GPU の比較にもなっていることをあらかじめご了承ください。CPU 使用率平均は 180P で 13900KF が 91%、12900K が 15%、そして10700が 22%。1440p の解像度では 13900KF が 9%、12900K が 13%、そして10700が 20% と、全体的に見てもゲーム時の CPU 使用率平均は低く、解像度は高くなると CPU 使用率が若干下がるようです。
CPU 温度平均は 1080p で 13900KF が52度、12900K が54度、そして 10700 が59度。1440p で 13900KF が53度、12900K が55度、そして10700が60度と、10700だけ空冷なので狙いですが、基本的には新しい世代の CPU の方が発熱を抑えられているのが見て取れます。CPU 消費電力平均は 1080p で 13900KF が 83W、12000K が 75W、そして10700が 64W、1440p で 13900KF が 81W、12900K が 72W、そして10700が 62W と、CPU 使用率や温度とは逆に、新しい世代の CPU の方が消費電力は高くなっています。さて、GPU の方ですが、GPU 使用率平均は 1080p で 13900KF と RTX4090 の構成が 45%、12900K と RTX3080 が 71%、そして10700と RTX3080 が 76% となっていて、13900KF と RTX4090 の構成で使用率が低くて、ファイナルファンタジー14エンドウォーカーでは RTX4090 を使い回しているようです。GPU 温度平均は 1080p で 13900KF と RTX4090 の構成が54度、12900K と RTX3080 が64度、そして10700と RTX3080 が62度、1440p で 13900KF と RTX4090 の構成が66度、12900K と RTX3080 が68度、そして10700と RTX3080 が66度と、GPU 使用率はほぼ同じですが、13900KF と RTX4090 の構成で、負荷の少ない 1080p 以外は60度の範囲内。GPU 消費電力平均は 1080p で 13900KF と RTX4090 の構成が 151W、12900K と RTX3080 が 261W、そして10700と RTX3080 が 226W、1440p で 13900KF と RTX4090 の構成が 233W、12900K と RTX3080 が 287W、そして10700と RTX3080 が 273W という感じなのですが、13900KF と RTX4090 の構成での電力効率が高いことが確認できました。そして最後に平均 FPS とベンチマークスとは。繰り返しになりますが、13900KF が RTX3080 ではなく、RTX4090 との構成データとなっているので、CPU だけの比較にはなっていないため、参考レベルで見ていただければと思います。FPS 平均は 1080p で 13900KF と RTX4090 の構成が 277fps、12000K と RTX3080 が 200fps、そして10700と RTX3080 が 174fps、1440p で 13900KF と RTX4090 の構成が 250fps、12000K と RTX3080 が 163fps、そして10700と RTX3080 が 144fps でした。ベンチマークスコアの方は 1080p で 13900KF と RTX4090 の構成が 38,542 ポイント。12900K と RTX3080 が 27,769 ポイント。
そして1070と RTX3080 が23,480ポイント。1440p で 13900KF と RTX4090 の構成が34,700ポイント。12900K と RTX3080 が23,295ポイント。そして1070と RTX3080 が19,161ポイントでした。そして次のゲームはバトルフィールド2042。こちらの 1390KF が RTX4090 と 1290K と RTX3080 の構成比較データとなっていて、画質はウルトラ設定、DLSS はウルトラパフォーマンスモード、レイトレーシングは古風で、解像度はサボテンが使っているモニターの 3440×1440 は UWQHD となっています。CPU 使用率平均は 13900KF と 12900K のどちらも 26%。CPU 温度平均は 13900KF は61度。12900K で62度と、これまた近い数値。CPU 電力平均は 13900KF で 130W。12900K で 95W となっていて、13900KF の消費電力平均が約 37% ほど高いことがわかります。次に GPU の方ですが、GPU 使用率平均は 13900KF と RTX4090 の構成が 57%。12900K と RTX3080 が 92% となっていて、RTX3080 がほぼフル稼働状態で、RTX4090 はまだ余力があります。GPU 温度平均は 13900KF と RTX4090 の構成が61度。12900K と RTX3080 で69度となっていて、当然ながら GPU 使用率平均が高い RTX3080 の方が温度は高い状態です。GPU 消費電力平均は 13900KF と RTX4090 の構成が 163W。12900K と RTX3080 で 308W となっていて、こちらも GPU 使用率平均が高い RTX3080 の方が消費電力平均が高いのですが、RTX4090 のワットパフォーマンスの高さが際立つ結果となっています。そして平均 FPS は 13900KF と RTX4090 の構成で 124fps。12900K と RTX3080 が 106fps でした。そして最後に、Microsoft Flight Simulator 2020。画質はウルトラ設定、GAA アンチリアスノード、DirectX12 という設定で、解像度は先ほどのバトルフィールド2042と同様に、3440×1440 は UWQHD となっています。CPU 使用率平均は 13900KF で 93% で、12900K では 20% と多少差が出ています。CPU 温度平均は 13900KF と 12900K の両方とも56度。CPU 消費電力平均は 13900KF で 86W、12900K で 76W となっていて、使用率平均の割には 13900KF の消費電力平均が約 13% ほど高いという結果でした。次に GPU 使用率平均は 13900KF と RTX4090 の構成が 46%。12900K と RTX3080 が 97% となっていて、RTX3080 がほぼフル稼働状態で、RTX4090 はまだ余力があるという、先ほどのバトルフィールド2042と全く同じ状況。CPU 温度平均は 13900KF と RTX4090 の構成が66度。
1290系と RTX3080 で69度と RTX3080 は若干熱い感じでした。CPU 消費電力平均は 13900KF と RTX4090 の構成が 200W。1290系と RTX3080 で 313W となっていて、RTX3080 ではほぼ低価の消費電力平均ですが、RTX4090 では計画の半分も到達しておらず、余力が見えます。そして平均 FPS は 13900KF と RTX4090 の構成で 54fps。12900K と RTX3080 が 38fps でした。DLSS3 を使えば 120fps まで上がるとの話ですが、ベータ版のため試していません。ということで、今回は i9-13900KF と i9-12900K の比較動画ということでしたが、CPU 性能の違いが如実に現れるエンコードソフトに反して、ゲームでは特に変わらない結果で、むしろ、どのアプリケーションでも i9-13900KF の消費電力が高くなっていることは確認できました。その消費電力の高さで得られるものは、シングルコアでは 13%、そしてマルチコアでは 27% の性能アップということになりますが、配信や動画編集メインでも CPU の恩恵があれば、この性能差はあまりビビたるもので、ゲームをメインで使用するユーザーにとっても、CPU ヘビーなゲームでも CPU の影響や差はあまりなく、すでにi9-12900K を導入済みのユーザーは、アップグレードする必要はないように感じます。むしろ CPU よりも GPU をアップグレードした方が、性能アップを明確に体感できる、といったところでしょうか。ということで、今回のレビューはこれまでということですが、多少なりとも皆様の参考になっていれば嬉しいと思います。そのうちまた何か新しいハードウェアのレビューをアップしたいと思っています。最後まで見てくれてありがとうございます。またねー。バイバーイ。